やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、オネオディオの新商品。ワンオディオ A10 だ。アクティブノイズキャンセリング、パッシブノイズキャンセリング、マルチポイント、そしてめちゃくちゃ長いバッテリーと、無線機としての欲しいところが全部入った1台だな。さらに、ハイレゾ認証も取得していて、ドライバの素性はお墨付きだ。この手のヘッドホンで一番気になる音質から話していくと、これがちゃんと良い。日常使いでノーストレスで使える、実にちょうど良い1台だ。ただ、細かくスペックを見ていく人だと、ちょっと落とし穴があるかも。詳しく見ていこう。外装の完成度は非常に高い。金属製のイヤーカップ部分、構造部分にしっかり配置された、堅牢な金属部品など、長く使える耐久性を持っているぞ。クッションは薄めなものの、クッションパッドが大きく、なおかつ低反発素材を使っているため、耳の上に乗っかる部分がないし、その上スリムながらちゃんとクッション性のある装着感が魅力だ。本体の物理的遮音性もそれなりにある。ノイズキャンセリングに頼らなくても、ある程度周囲の音を減衰させることが可能だ。操作部も扱いやすい。左側にノイズキャンセリング、外音取り込み、そして通常モードを切り替えるスイッチ、左右対称の位置に、電源、再生停止を担当するスイッチがある。電源スイッチは手触りでわかるよう、ANC スイッチとは形状が変わっていて、手触りでどのスイッチか判別できる仕様となっているぞ。また、電源スイッチの前後に音量スイッチがある。音量も、これだけ離れているとプラスとマイナスの押し間違いがなくて良いな。操作感はシンプルで、かつ扱いやすい、というのは間違いじゃないぞ。また、折りたたみ機能と、専用のセミハードケースが付属していて、持ち運びにも苦労しない、機内とかでも全く問題はなしだ。頭頂部のクッションも、薄く見えるけどしっかりと柔軟で、長時間使っていても問題ないぞ。連続動作時間は、Bluetooth のみで45時間、ANC のみで50時間、さらに、併用で35時間となっている。移動中にもチャージが必要ないくらい強烈なバッテリーの持ちは、外出時に能力を発揮するぞ。ちなみに充電はもちろん USB-C だ。さらに、本機の優秀なポイントとして、マルチポイント機能が挙げられる。これは、パソコンとスマホとタブレットなど、2台の機器に同時に待ち受けができる機能。どちらかの音が鳴り始めると、そちらの再生を優先する。同時に再生できる機能ではないけど、パソコンとスマホを同時に使うような人にはすごく便利な機能だ。あるいは、出かけ先でスマホ使って、帰ってきてパソコン使うときに、シームレスに再生先を変更したりと、必要な人には絶対レベルで重要視される機能。実際、マルチポイントありのモデルを使うようになってから、なしのモデルの使用頻度がガクッと下がったな。Bluetooth ヘッドホンでも珍しい機能なので、ついてるとすごくありがたいぞ。ドライバーの品質も良いものが使われていて、ハイレゾ認証を取得した。つまり、ハイレゾ音源を再生できるポテンシャルのあるドライバーが採用されている。そこまで気合を入れたドライバーだからか、音質の方も、癖がなく、きちんと全体を表現できる。機械価格帯の中国製ヘッドホンはいくつか触っているけど、しっかりと高音域が聞き分けられ、この価格帯のヘッドホンの中でも優秀な部類に入る音質だな。中音域の楽器も、ウォームになりすぎたりドライになりすぎたりしておらず、ボーカルもしっかりと聞きやすい。この価格帯の有線ヘッドホンと比較しても、しっかりと仕事をしてる印象だ。低音域もしっかりとインパクトがあって十分な満足感。ヘッドホンとして欲しいところの音はちゃんと全部出せていて、1万円以下の無線モデルだから、と諦めるところがないのが良い。空間については、ドライバーと耳との距離が近いからか狭めではあるけど、潰れてる感じはなく、しっかりと空間に低音が響いてる感じが確認できるぞ。と、ここまでかなり褒めてきたんだけど、変な部分もちょっとある。ちょっとだけな。ワンオディオ A10 は、ハイレゾ認証を取得している。ハイレゾワイヤレス認証は取ってない。そしてこのヘッドホン、3.5mm ジャックを使って有線再生が可能だ。お分かりいただけたかな？そう、このヘッドホン、有線接続時のみハイレゾ対応だ。アクト XHD や LDAC のような、ハイレゾ対応コーデックはない。とはいえ、SBC でも十分な再生能力があるし、そのおかげで40時間声とかいうデタラメな再生時間を持つわけだ。実際、ここまでに述べた音に関する感想は、Windows 11に Bluetooth で接続した時の感想なので、ハイレゾ音源よりも実用性を重視する人には全く何の問題もない。むしろ、駆動時間の長さの秘密はここ、というわけだ。ごめん、あともう1点ある。
ANC 機能は再生と同時に使えると思わない方が良い。今まで聞いてきた ANC 搭載のヘッドホンの中でも、はっきりと ANC オンの時に ANC 機能にリソースを持っていかれていることを感じる。A10 のノイズキャンセリングは、エンジン音なんかを止めるためのもの、という性格が強くて、低音の連続したノイズを消すのに適している。で、このヘッドホン、全力でそこら辺のホワイトノイズを再生するため、明らかに音楽が割りを食う。具体的に言うと、明らかに音質に悪影響を及ぼすレベルで低音が減衰し、高音が刺さりやすくなる。とはいえ、エンジン音を常に聞きながらいるよりはマシなんだろうけど、例えば図書館やカフェくらいの騒音の場所で使うには音の変化が大きい。ぶっちゃけ、ANC については本当に低音騒音が大きい場所で使うべき機能であって、他の機種の ANC ほど有効な手段ではないことは注意が必要だな。とはいえ、ANC はおまけくらいに考えると、1万円で長く使えるヘッドホンとして、外装の出来は平均を上回るし、音質としても優秀だ。ANC も弱いものの、それに見合ったバッテリー消費量しかないからな。というわけで、そこら辺の問題点。というか個性を踏まえて、ワンオーディオ A10 はおすすめできる。ただし、日常的に ANC を使いたい人、それから、常にハイレゾ音源で音楽を聴いている人には、少し変なバランスに感じるだろう。バッテリーのモアーチオカを考えると、この選択肢もありだとは思うんだよな。と、こんなところだな。正直なところ、今まで掴んできた無線ヘッドホンの中でも、音質特化の1も MK802 とか、値段が2倍のコルグ NC91 を除けばかなりよくできている印象。少なくとも、部屋で作業しながら使った時に、音質的に納得できる1台だな。数年前はブルーディオとかで感動してたんだから、この手のガジェットの進化は早いな。といったところで今回はここまで。